あなたがもし冤罪で逮捕されたらどうしますか？遡ることおよそ40年前の1982年10月、アメリカマサチューセッツ州、この町に住むとある男性が隣に住む当時48歳の主婦キャサリーナ・レイツブローさんを殺害したとして逮捕されました。逮捕された男の名前はケニー・ウォーターズ。ケニーはキャサリーナさんが頻繁に通うレストランのシェフで、お互いをよく知る間柄でした。俺はやってない。逮捕されたケニーは警察との尋問で一貫して自身の無実を主張しました。というのも、事件当時彼には完璧なアリバイがあり、それを証言する恋人もいたから、彼の潔白が証明されるのはもはや時間の問題かに思いました。そして迎えた裁判で彼に言い渡された判決は終身刑。無実の罪で終身刑を言い渡されてしまったケニー・ウォーターズ。完璧なアリバイのある彼に一体何が起こったのか。この事件の裏にはケニーに濡れ衣を着せほくそ笑む黒幕がいたんです。おそす、エド・シーランです。愛されたいより愛したい闇闇子です。本日皆様にご紹介するのはアメリカで社会問題にまで発展した冤罪事件、ケニー・ウォーターズ事件についてです。冤罪ってさ、結局無実の罪で逮捕されちゃうってことでしょ？おっしゃる通りです。実はこの事件、無実のケニーさんがある人物の身勝手のせいで終身刑にされてしまうというね、本当に胸くそな事件です。めちゃくちゃ胸くそじゃないの？何の権利があってそんなことできんのよ。一体誰が何の目的でケニーさんを冤罪に巻き込んだのか、皆さんも予想しながら見てみてください。逮捕された男。遡ることおよそ40年前の1982年10月、アメリカのマサチューセッツ州が今回の舞台。アメリカ特有のプレハブ式レストランダイナーで働くシェフケニー・ウォーターズ29歳が逮捕されました。理由は2年前に起こった強盗殺人事件の容疑がかかったため。その事件とは1980年5月21日に48歳の主婦キャサリーナ・レイツブローさんが自宅で殺害された事件なんです。被害者のキャサリーナさんは体を30カ所以上刺されて死亡。犯人はキャサリーナさんの現金や宝石を盗んで逃亡。この時犯人は現場に2つの痕跡を残していました。1つは被害者キャサリーナさんの手に握られていた1本の髪の毛、そしてもう1つはゴミ箱の中に捨てられていた凶器のナイフです。キャサリーナさんと犯人は激しく争ったのでしょう。凶器のナイフには犯人のものと思われる血液も付着していました。そして検視の結果ではキャサリーナさんが殺害された時刻は死体が発見された日の朝だということも分かりました。キャサリーナさんの死体が発見されたのは午前10時45分。自宅に訪れた義理の娘が血まみれで倒れている彼女を見つけ通報したんです。現場に犯人の髪の毛やら血やらが残ってたってことはさ、DNA 鑑定ってなるわよね。実はですね、40年前のこの時代っていうのは、DNA 鑑定自体はまだそんなに発達してなくて、捜査ではね使われてないんですよ。そうなの。警察が聞き込み捜査をする中、一人の男が浮かび上がりました。それこそが被害者キャサリーナさんの家の隣に住んでいた男、ケニー・ウォーターズ。隣人のケニーはキャサリーナさんが頻繁に通うダイナーのシェフで、お互いをよく知る間柄でもあったんです。しかしケニーが疑われた理由はそれだけではないんです。キャサリーナさんが自宅に多額の現金や宝石を保管していることは、ケニーが働くダイナーの従業員の中では有名な話。その中でもケニーはシェフとして真面目に働く一方で、喧嘩っ早い一面を持ち、素行の悪さが目立っていたんです。重要参考人として取り調べを受けることになったケニー。しかしケニーは冷静でした。なぜかというと、彼には完璧なアリバイがあったから。キャサリーナさん殺人事件の当日、ケニーは深夜から午前8時半までダイナーで働いていました。その後まっすぐ自宅に戻り、9時から11時まで裁判所に滞在。少し前に起こした暴行容疑の事件で出頭命令を受けていたから。つまりケニーはキャサリーナさんが殺害された時間帯は誰かと一緒に何かをしていたことになるんです。それでも警察はケニーを疑いました。ダイナーで仕事を終えたのが午前8時半。その後9時に裁判所へ行くまでの間で殺したんじゃないか。これを聞いて激しく抗議した人物がいました。それはケニーと同棲していた当時の恋人ブレンダ・マーシュです。当時の恋人ブレンダは警察の無茶苦茶な容疑に腹を立て、はっきりとこう証言しました。ケニーはダイナーの仕事を終えてすぐ自宅に戻り、服を着替えていました。私はそれを見ています。殺人をする時間などありません。恋人ブレンダの証言には警察も納得せざるを得ません。形式上ケニーの指紋を採取し、体にナイフで切られた傷跡がないかを調べてからケニーを釈放したんです。一応確認するけど、ケニーさんは犯人じゃないのよね。真犯人じゃないのよ。それなら釈放されてよかったわよ。警察もね、その懸賞金をかけて有力な情報を集めたんですけど、結局ね、犯人はね出てこなかったんです。
キャサリーナさんの強盗殺人事件から約2年後、ケニーは逮捕されました。なんとケニーが犯人だという通報が入ったんです。無実のケニーは非常に驚き抗議したんですが、内心楽観していました。自分のアリバイは2年前と同じように勤務先であるダイナーのタイムカードと元恋人のブレンダが証明してくれるはず。ケニーはアリバイに対する強い自信があったため、専門性の低い弁護士を無料で依頼して裁判に臨んだんです。この選択が終わりなき絶望を味わうことになるとは知らずに、裁判が始まるとケニーにとって不利なことばかりが起こりました。なんとケニーのアリバイを証明できるダイナーのタイムカードが紛失していたんです。そして2年前に警察で採取した指紋はなぜか検察官に提供されず、さらには法医学アナリストの現場から回収された犯人の髪の毛はケニーのものではないという証言が無視されたんです。疑いの目が一斉にケニーへ向けました。俺は犯人じゃない。絶望を感じたケニーの前にある人物が証人として現れました。元恋人のブレンダです。いや、恋人出てきてくれればめちゃくちゃ安心じゃないの。皆さん、人間でね、一番怖いっすよ、本当に。2年前、ケニーのアリバイを真っ向から証明してくれたブレンダ。彼女が来てくれたならもう大丈夫だと胸をなで下ろしたその時、ブレンダはこう証言しました。事件があった日、ケニーは酔っ払っていて顔から血を流して帰ってきました。そして私にこう言ったんです。人を殺したって。いや、ちょっとブレんだ。どうしたのよ。もうね、この証言は決定的ですよ。なので、ケニーさんはね、ますます不利な状況になってしまったんです。元恋人ブレンダの証言を聞いて目の前が真っ暗になるケニー。検察官が追い打ちをかけました。現場に残っていた犯人の血液型とケニーの血液型が一致しています。弁護士は異議申し立てをしようともしません。キャサリーナさん強盗殺人事件が起こってからおよそ3年後の1983年5月11日、裁判官の判決が法廷に鳴り響きました。被告人ケニー・ウォーターズ、強盗殺人の容疑で終身刑を言い渡す。弁護士何やってんのよって話じゃない。仕事しなさいよ。アメリカのね、弁護士と日本の弁護士にはね、大きな違いがあるんです。弁護してくれないってこと？日本の弁護士はですね、ご近所トラブルから殺人までね、ありとあらゆる分野にね、精通というかね、カバー範囲が広いんですけど、アメリカの弁護士っていうのはですね、結構こう、もう俺はこの分野みたいなっていう、こう専門分野に特化してる傾向が強いです。というわけでね、本日のメトラキーワード、アメリカの弁護士について。アメリカの弁護士資格は州ごとに独立しており、ニューヨーク州の弁護士資格、フロリダ州の弁護士資格というように50の州で弁護士資格が異なっているんです。それは州によって法体系が異なるため、そのためアメリカで弁護士資格を取得する場合は活動したい州の資格を勉強する必要があるんです。アメリカの弁護士の仕事には日本の司法書士、行政書士、税理士、弁理士の業務も含まれています。しかもアメリカは訴訟大国。アメリカの弁護士は日本とは比較にならないくらい膨大な仕事量を抱えることになるんです。このことからアメリカの弁護士は専門分野を掲げて活動しているんです。ケニーがね、依頼した弁護士は実はね、殺人を得意とするね、専門分野ではなかったんです。というわけでケニーはですね、お金をかき集めてね、新たな弁護士を雇い上訴するんですけど、一度決まった判決を繰り返すにはね、もっと決定的なこう証拠がね、必要だったんです。裁判の結果に納得がいかないのはケニーだけではありません。ケニーの親兄弟も同じ思いをしているんです。ケニーの家族は証拠品である事件当日のダイナーのタイムカードを探して見せてほしいと警察に訴えました。しかし警察は見つかったとしても一般人には見せられないという理由で拒否。くそだな警察。ケニーの家族はなすすべもなくケニーは投獄されてしまうんです。いや、なんとなくだけど、なんか全てケニーの悪い方向に進んじゃってんじゃないの？こんな言い方したくないんだけど、絶対これ黒幕がいるでしょ。出てきなさいよ。メトラのね、皆さんもどっかね、おかしいと思いませんか？思うわよ、これは。もう本当の黒幕はどこにいるのか、一緒に推理していきましょう。救世主現る。投獄されたケニーを支えたのは面会日には必ず来てくれた家族の存在。時が経ち事件が風化されようと家族だけはケニーを見放しませんでした。ケニーが投獄されておよそ16年後の1999年、ケニーの前に一人の女性弁護士が現れました。弁護士の名前はベティ・アン45歳。ベティは以前からケニーの事件に興味を持っており、ケニーの無罪を確信していました。そして今回ある理由があり無償で弁護を引き受けてくれたんです。冤罪を晴らすことはもう無理だと諦めていたケニーは熱心に話をする弁護士ベティに希望の光を見出しました。どんなに後悔しても時間を戻すことはできない。でも名誉を挽回することはできる。この時すでに弁護士ベティの頭の中にはケニーの冤罪を晴らす戦略が立てられていたんです。その戦略とは DNA 鑑定。
事件当時は捜査に導入されていなかった DNA 鑑定なんですが、技術の進歩に伴い1990年代から多くの事件で活用されるようになっていったんです。弁護士のベティは確信していました。事件で使われた凶器のナイフには犯人の血液がついている。凶器のナイフを DNA 鑑定すればケニーの無罪が証明できるはずだ。しかし凶器のナイフは16年も前に判決が出た事件の証拠品。裁判所や警察署を訪ねても凶器のナイフがどこに保管されているかわからなくなっていました。16年前よね。判決が出ちゃってるわけだしさ、それに使われた証拠品とかってどうなっちゃうの？一定のね保存期間を経た後に破棄されてしまうんです。ですがね、破棄をした場合にはそのね凶器をね捨てましたよっていう記録が残るんです。ですがこのナイフには記録が残っていなかったんです。なので弁護士のベティは必死になってその凶器を探しに行くんです。弁護士ベティは証拠品のナイフを探すと同時に事件当時ケニーと付き合っていた元恋人ブレンダを訪ねました。元恋人のブレンダはケニー有罪の決定的な証言をした人物。しかも裁判ではケニーが不利になる証言に変わっていました。なぜ証言を変えたのか理由を知りたかったんです。弁護士ベティの訪問に戸惑いを見せた元恋人のブレンダ。なんとか追い返そうとするも弁護士のベティは一歩も引き下がりません。お願いします、本当のことを教えてください。一生懸命頭を下げるベティの姿に元恋人のブレンダはついに重い口を開きました。本当のことを言うわ。そうして元恋人のブレンダは衝撃的な真実を話し始めたんです。被害者キャサリーナさんの強盗殺人事件から約2年後、警察に1本の通報が入った。はい、警察です。2年前の強盗殺人の犯人を知っている。それはケニー・ウォーターズだ。この通報をしたのはロバート・オズボーンという男。ロバートはケニーの元恋人ブレンダがケニーと別れた後に交際している男だった。かといってロバートはケニーに恨みがあるわけではなかった。ロバートの狙いはただ一つ。事件の有力な情報提供者に与えられる懸賞金。警察に通報したロバートは手応えを感じていた。この通報が犯人逮捕の足がかりとなれば懸賞金が手に入る。数日後、恋人のブレンダはある人物から脅迫を受けていた。ケニーが犯人だと嘘の証言をしろ。そうしなければお前の子供を誘拐する。この話を聞いた弁護士のベティは様々な感情が涙とともに溢れ出しました。そしておえつを耐えながらブレンダにこう尋ねたんです。ロバートに脅迫されたんですか？するとブレンダが口にしたのは驚くべき相手だったんです。いいえ、違います。ロバートの通報を受けた警察官です。やばいじゃない、警察官って。アルゴメントに出てくる警察官ろくなやついないんですけど、裁判中にねケニーにとって不利になるいくつかの要素がねありましたよね。いやいや、そうそう、なんかアリバイになるさ、その勤務のタイムカードみたいなのがなくなっちゃってたり、提出されるはずだったケニーの指紋もさ提出されてなかったじゃない。これはどうやらね悪い警察官の仕業だったようなんです。ブレンダの恋人ロバートの通報を受けたのはナンシー・テイラーという女性でした。警察官に憧れるも警察学校での訓練が続かなかったナンシーは警察署で働く非正規職員。通報を受けた非正規職員のナンシーはとっさに自分が事件の担当だと嘘をついたんです。その理由はナンシーにこんな思惑が渦巻いたから。ここで手柄を立てれば警察官になれる。なれねえわ。そしてこの事件はナンシー主導で捜査が再開。ロバートとナンシーはお互いの計画を共有、そして共謀しケニーを犯人へと仕立て上げたんです。最低、マジで最低な悪いやつ2人がウィンウィンの関係築いちゃってんじゃない？本当っすよね。こっからね真実にねたどり着こうとする弁護士ベティはこのまま一直線に突っ走るんです。弁護士のベティは凶器のナイフを探し出しました。ナイフは事件と全く関わりのない警察署の地下室に保管されていたんです。こうしてついに凶器のナイフを DNA 鑑定へ持ち込んだ結果、ナイフに付着した血痕とケニーの DNA は一致せず、ついにケニーが犯人でない証拠を手に入れたんです。弁護士ベティとケニーは抱き合って喜びました。ありがとう、本当にありがとう。こうしてケニーが無実の罪で投獄されてから18年後、ついに冤罪が晴れて釈放されたんです。このベティってさ、すっごい有能な弁護士じゃない、でも無償でいいって言ってたけど、一体何のつながりがあるの？実はこのベティはケニーにとても関係のある人物なんです。弁護士の正体。ケニーの冤罪を晴らした弁護士ベティは実はケニーの一つ下の妹だったんです。もともと普通の主婦だったベティだったんですが、兄ケニーの無罪を証明するためだけに弁護士になったんです。すげえな。ケニーは有罪が確定された時、独房で自殺を図るほど絶望していました。俺にはもう未来はない。仲間も弁護士も信用できない。その言葉を聞いたベティは自分が弁護士になって兄を助けようと決心したんです。それに自分が弁護士になれば一般人では見られない証拠品を見ることができる。その時
時ベティは29歳で子育て真っ只中の主婦でした。アメリカで弁護士資格を得るためには大学の法学部で4年間学んだ後、3年生の法科大学院へ通う必要があるんです。しかしベティは恐れませんでした。早速学費を稼ぎながら勉強を始め、5年後の1987年大学法学部に合格。それから4年をかけて大学を卒業。40歳で3年生の法科大学院へ進学しました。その間諦めかけたこともあったんですが、兄を救えるのは自分しかいないと信じ勉強を続けたんです。こうしてケニーが投獄されてから16年後、ベティは弁護士資格を取得しました。いや、ほんとベティってすごいわね。子育てしながら勉強もしてってなかなかできないことよ。めちゃくちゃすごい。いや、本当にもうケニーと一緒にこれから先幸せになってほしいわよ、本当に。やっとねこう釈放されたケニーだったんですけど、その後ね不運なことになってしまうんです。ケニーさんは残念ながら釈放3ヶ月後に不慮の事故で亡くなってしまいました。夜帰宅途中のケニーさんは近道をするために5メートルの塀を乗り越えようとしたところ、足を滑らせて亡くなってしまったんです。去年47歳でした。ベティは兄ケニーとの人生についてこのように語っています。兄の死であの18年間が無駄になったとは思っていません。もしこれから同じようなことが起こったとしても、私はまた同じことをするでしょう。この事件を知って僕は本当に考えさせられました。もし自分が無実の罪で逮捕されたら、もし自分の家族が無実の罪で投獄されたら、きっとケニーさんもベティさんも世間から殺人犯、そしてその家族だというレッテルを貼られ批判されていた時間もあったと思います。そんな中でも勝ち取った無罪という名誉、今回の事件から学べたのは、どんな状況でも決して揺るがない強い心を持ち続けることがいかに大事なのかということだと僕は思います。